デジャブの正体は脳の遅延。0.1 秒のズレが生む幻覚。カフェでコーヒーをこぼす。あれこの光景、前にも見たことある。コーヒーがこぼれる角度、前さんの表情、流れてる音楽、全部知ってる。これ、デジャブだ。ガク君、それは予知能力でも、前世の記憶でもありませんよ。ただの脳の通信エラーです。通信エラー？僕の脳がバグったってことですか？はい。目から入った情報が記憶の中枢に届くまでにわずか 0.1 秒未満のズレが生じたために起きた錯覚です。今日はこの不思議な現象、デジャブ、既視感の正体を最新の脳科学で解き明かしましょう。そもそもデジャブとはフランス語ですでに見たという意味です。初めての体験なのになぜか懐かしい、知っていると感じる現象です。若い人の約 70% が経験すると言われています。そんなに多いんですか？てっきり僕が選ばれし能力者かと。残念ながら違います。原因は脳の側頭葉にあります。ここには記憶を作る海馬と親近感を感じる海馬傍回があります。通常目からの情報はこの2つの場所に同時に届きます。これはコーヒーだ、認識と見たことある記憶がセットになるわけですね。そうです。しかし疲労やストレスで脳の回路に遅れが出るとこの2つの連携が崩れてしまうのです。最も有力なのが処理のタイムラグ説です。脳には情報を伝えるルートが複数あります。 A ルート、直感的なルートと B ルート、分析的なルートだとしましょう。本来は同時にゴールするはずが何らかの理由で A ルートだけが先に到着してしまうことがあります。グライングしちゃったんですね。すると脳は A ルートの情報を受け取った瞬間にこれ知ってる、親近感という信号を出します。その直後に遅れて B ルートの詳細情報が届きます。これは今こぼしたコーヒーだ、現実とこのわずかな時間差が脳を混乱させるのです。今見た現実のはずなのに先に知っていた親近感、感覚がある。脳は矛盾を解決するために勝手なストーリーを作ります。これは今の記憶じゃない、過去の記憶に違いないと、つまり 0.1 秒前の自分が見た映像をずっと昔の記憶だと勘違いしているだけなんです。うわぁ、自分の脳に騙されてたのか。マッチポンプじゃないですか。もう一つ面白い説があります。左右の脳の時差ボケ説です。私たちの脳は右脳と左脳が脳量でつながっています。通常左右の脳は完璧に同期して情報を処理しています。しかし寝不足などでこの通信速度にズレが生じると、右脳見たよ数ミリ秒後、左脳見たよ左脳からすると右脳からの報告が遅れて届くため、あれさっきも同じ情報が来たぞということはこれは記憶だと勘違いしてしまうのです。自分の頭の中で山彦が起きてる状態なんですね。脳にとって今とさっきの境界線は意外と曖昧なのです。疲れでケーブルの信号が遅れるだけで過去に飛ばされた気分になる。脳って精密機械に見えて結構アナログなエラーをするんですね。さらに詳しく言うと記憶の分類ミスとも言えます。私たちが見たものは通常短期記憶という一時保管場所に置かれます。その後重要なら長期記憶の棚へ移動されます。図書館の新刊コーナーと保存書庫みたいな感じですね。デジャブが起きるとき脳はエラーを起こして今見たばかりの新刊をいきなり保存書庫に放り込んでしまうのです。だから手に取った瞬間、あれこれ昔読んだ本だと錯覚する。本当は今さっき届いたばかりなのに。脳の司書さんがテンパって仕分け間違えちゃったんだ。このエラー実は若い人ほど起こりやすいんです。10代から20代がピークで年を取ると減っていきます。逆じゃないんですか？ボケてくると増えそうなのに。若い脳は回路が未発達で敏感だからです。成長過程にある脳は時々ショーとして誤作動を起こしやすい。また若者はドーパミンの活動が活発なことも関係しています。ドーパミンが出過ぎると側頭葉が過敏になり見覚えがあるという感覚、親近感が暴走しやすくなるのです。つまりデジャブは脳が元気な証拠とも言えますね。じゃあ僕の脳はピチピチってことですね。安心しました。でも夢で見た気がするというパターンもありますとね。あれは予知夢じゃないんですか？それにはシミュレーション仮説という面白い説明があります。私たちは寝ている間記憶を整理するだけでなく未来に起こりそうなことを無数にシミュレーションしていると言われます。これは予測的符号化と呼ばれる脳の生存戦略の一つです。
あらかじめ危険を予測しておけばいざという時に対処できますからね。その膨大な予測の中には偶然現実と一致するものも出てきます。例えばカフェで失敗するなんてシナリオはありふれていますからね。脳が夜な夜な作った数千のシナリオの一つがたまたま当たった時、あ、これ夢で見たと錯覚するのです。予知能力ではなく、僕の脳が優秀なシミュレーターだっただけなのか。ロマンはないですが、脳の危機管理能力の高さの証明ですね。ただしあまりに頻繁に起こる場合は注意が必要です。転換の一種である側頭葉転換の前兆である可能性があります。転換の発作が起きると側頭葉の神経細胞が異常興奮します。すると記憶の引き出しが勝手に開け閉めされ、強烈なデジャブに襲われることがあります。文豪ドストエフスキーも転換持ちで、作品の中でその神秘的な体験を描写しています。不安感や吐き気を伴うデジャブが続くようなら病院へ行きましょう。単なるバグか病気のサインか見極めが大事なんですね。ところでガク君、ジャメブって知っていますか？ジャメブデジャブの親戚ですか？はい、デジャブの略で未視感と言います。見慣れているはずのものがまるで初めて見るもののように感じる現象です。例えば自分の家の玄関なのに、あれここどこだっけとなったり、漢字をずっと見つめているとバラバラの記号に見えてきたり。あ、漢字のやつあります。ゲシュタルト崩壊ってやつですとね。そうです。言葉でも起こりますよ。意味飽和という現象です。犬と100回言い続けると、犬ってなんだっけと意味が消えてしまう。これは脳のニューロンが同じ刺激を受けすぎて不応期に入るためです。一時的に反応できなくなり、情報処理がストップしてしまうのです。見慣れた恋人の顔が急に他人のように見えて怖くなるなんてこともありますよ。怖い。脳って意外とポンコツなんですね。映画マトリックスではデジャブはシステム変更のバグとして描かれていましたね。黒猫が2回通るシーンですとね。あれはかっこよかったな。現実の脳もある意味では情報処理システムです。デジャブは脳の高度な照合システムが必死に働いている証拠でもあります。膨大な記憶の中から今役に立つ情報を瞬時に探そうとしている、その過程で起きるちょっとした勇み足だと思ってあげてください。バグだなんて言ってごめんよ。僕の脳みそ。次にデジャブが起きたら、おう、今 0.1 秒ずれたなとにやりとしてみましょう。 SF 映画の主人公になった気分で楽しんでみます。今日はデジャブの科学的な正体について解説しました。脳って完璧じゃないからこそ面白いですね。科学で説明されてもやっぱり不思議な感覚は残ります。その不思議さを楽しむ余裕も人間ならではの機能かもしれませんよ。皆さんはどんな時にデジャブを感じますか？旅行先？それとも夢の中？不思議な体験談があればぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。